今日は伊達巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、伊達巻きを作っていきたいと思います。おせち料理には欠かせない伊達巻きなんですが、今回はフライパンで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、はんぺん、お砂糖、みりん、お酒、めんつゆ、蜂蜜、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回 M サイズの卵を4個使っていきます。1個ね、だいたい約 50g になります。なので合わせてだいたい卵はね 200g 用意してください。そしてはんぺんですね、こちら1枚 110g のはんぺんを使用していきます。こちら 100g などのはんぺんもあると思いますので、 100g から 110g を目安に用意してください。そして今回の味付けのポイントなんですが、蜂蜜とめんつゆです。蜂蜜を使っていただくと蜂蜜のコクが加わって味わい深い伊達巻きに仕上がります。そしてめんつゆですね、こちらは2倍濃縮のめんつゆを使います。めんつゆのね、かつおだしが加わるとだしが効いた美味しい伊達巻きに仕上がります。こちらの濃縮タイプなんですが、3倍濃縮などを使っていただいても OK です。3倍濃縮を使うとその分少しね、塩味が強くなると思います。今回大さじ1/2入れてるんですが、ほんの少しだけね、減らしていただいてもいいかなと思います。ただね、この伊達巻きの味の濃さはお好みがあると思いますので、こちらは調整してみてください。そして今回はこちら鬼すだれといって普通のね、巻きすとはちょっと違った巻きすを使っていきます。巻く部分の先端がこのように尖ってる巻きすになります。インターネットでも購入できるので、ぜひチェックしてみてください。こちらを使っていただくとお店で売ってるようなね、伊達巻きを作ることができます。ただね、こういったものの準備ができない場合は100円ショップにもね、こういった巻き寿司などを作る時に使うね、巻きすが売ってるので、こちらで作っていただいても OK です。見た目が変わるだけなので、こちらを使っていただいてもね、味には支障がないので、もし準備ができない場合は100円ショップなどをチェックしてみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。伊達巻きを作るときはミキサーやフードプロセッサーや、あとはこういったチョッパーなどを使っていただくといいかなと思います。ただこういったものの準備がない場合はポリ袋などに入れて手でしっかり揉み込んですり身状にしていただくといいかなと思います。なのでそちらのね、やり方も一度ご説明していきます。まずね、ポリ袋などを用意してください。ジップ袋でも大丈夫です。そしたらこの中にはんぺんをね、適当にちぎって入れます。そしてあとはね、手で潰していきましょう。できるだけ滑らかになるように手で思いっきり潰してください。はい、 OK です。このようにね、しっかり滑らかになるまで手で潰してみてください。あとはですね、残りの材料と混ぜて焼くだけなので、もしね、ミキサーなどのご用意がない場合はこのようにして作ってみてください。では作っていきます。今回私はね、チョッパーを使って作ります。こちらはね、もう材料を全部入れて、あとは攪拌するだけなのですごく簡単です。まずここにね、はんぺんをちぎって入れてください。そしたら続いてここに卵を割り入れます。そうしましたら続いてここに調味料ですね。まずお砂糖、そしてみりん、あとはお酒。お酒はね、今回塩分の入っていない清酒を使ってます。そして蜂蜜、あとはめんつゆです。こちらをすべて入れてください。もしね、めんつゆを使うのがちょっと嫌だなっていう時はお醤油で代用していただいても OK です。その場合はね、薄口醤油を使っていただくといいかなと思います。量はだいたい小さじ1杯ぐらいを目安にしてください。そしたらですね、蓋をして、あとはこちらを攪拌していきます。はい、このようにね、はんぺんの塊がなくなるまで攪拌してください。そうしましたらこちらの生地を一度こしていきます。そうすることでとてもね、滑らかな仕上がりになります。ではね、こういった網目の細かいこし器などを用意してください。ここに流し入れてこしていきます。
はい、このように一度こしてください。そうするとね、とても滑らかな生地になります。それでは今からこちらをフライパンで焼いていきます。それではフライパンを用意してください。ここにサラダ油を敷きます。そしてこちらを伸ばしましょう。薄く伸ばしてください。はい、このぐらいね、薄くて大丈夫です。あんまりね、油の塊が残っていると焼きムラの原因になるので注意してください。そしたらですね、この中に生地を流し入れます。流し入れたら火にかけましょう。火加減は弱火です。このまま蓋をして、そして焼き色がつくまでまず焼いていきます。だいたいね、7分から10分ぐらいを目安にね、焼いてみてください。一度ね、7分ぐらいしたらね、焼き色をチェックしていただくといいかなと思います。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今ね、ちょうど焼き始めてから7分経ちました。一度蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてみてください。いい感じにね、焼き色がついた状態になってます。だいたい7分ぐらいでね、いい感じに焼き色がつくと思います。そしたら一旦火を止めてください。今ね、こうやって見るとまだ表面がね、ちょっとプルッとした状態になってます。なので片面も焼いていきます。ちょっと大きさがあるのでゴムベラなどでひっくり返すのが難しいと思いますので、こちらね、一旦お皿に移します。蓋を利用していただいても大丈夫です。そしたらですね、このお皿に伊達巻きの生地を出します。はい、そしてフライパンをかぶせて裏返します。この時ね、やけどなどしないようにだけ十分に注意して裏返してください。よいしょ。はい、そして蓋を外します。今ね、こんな感じで焼かれてます。ちょっとね、濃いめの焼き色がつくぐらいで大丈夫です。そしたらもう一度火にかけてください。火加減また弱火です。片面はだいたい1分ぐらい焼いてみてください。はい、1分経ったら火を止めます。生地はこれで OK です。そうしましたらこちらを一度ですね、まな板に出してください。裏面はね、このように焼けてれば OK です。そしたらですね、この両端を少し切り落としていきます。だいたい 1.5 センチから2センチぐらい切ってください。はい、このように切ります。こちらは使用しないので味見としてね、召し上がってください。そしたらこちら片方も同じように切ります。この上に合わせて、そして切っていきます。はい、こんな感じで切ってください。それではすだれを用意します。ここのすだれに移動させてください。そしてね、この濃い焼き色がついてる方を下にしてください。そして巻く時はですね、この内側の表面に浅く切れ込みをね、入れてください。そうするとね、巻きやすくなります。この時切らないようにだけね、十分に注意してください。薄くね、なぞるぐらいで大丈夫です。だいたい 2,3 センチおきに入れてください。ほんのちょっとね、入れるぐらいで大丈夫です。あとは手前から巻いていきます。このね、生地を手前の部分に揃えてください。そして一巻きクッと巻きます。キュッと一巻き巻いて芯を作ります。このように一巻き巻いたら、この手前の巻きすを持ち上げて、あとはですね、この巻きすを奥に引っ張っていきます。気持ちね、きつめに巻いてください。くる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 ーっと。はい、でこのように巻いて、巻き終わり部分が下に来たら一度ね、広げてください。今このような形で巻かれてます。そしたらこの伊達巻きを一度手前に戻します。そして手前に戻したらくるくるくるっと巻き直してください。はい、そうするとね、このようにのの字の状態になると思います。あとはですね、この両端を輪ゴムなどで留めましょう。そしたらこのまま10分から15分ほど置きましょう。はい、時間が経ちました。それではね、輪ゴムを外します。ではね、巻きすを外します。じゃじゃーん。このようにいい感じに仕上がってます。それではね、切りたいと思います。切る幅はね、お好みの幅で切ってください。はい、仕上がりはこんな感じになってます。しっとりしてとても美味しそうに仕上がってます。これで完成です。はい、これで伊達巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面もね、いい焼き色がついて、伊達巻きもしっとりとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。
美味しい。すごくしっとりとした仕上がりになってます。そして蜂蜜のコクも効いててすごく美味しいです。伊達巻きの甘さもちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の伊達巻きのポイントです。まず今回ですね、全部攪拌して作ったんですけれども、こういったね、攪拌する調理器具がない場合はポリ袋などに入れてしっかりと手で揉みつぶしてください。あとはその他の調味料と合わせて作っていただけたらと思います。今回ね、ポリ袋で揉みつぶす方法をご紹介したんですが、もしすり鉢があればすり鉢を使ってすりつぶしていただくとよりね、滑らかな仕上がりになると思います。そして今回ですね、伊達巻きの中に少し蜂蜜を加えてます。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深い美味しい伊達巻きに仕上がります。さらにですね、しっとり感もアップします。そして生地を入れて攪拌した後なんですが、一度ね、網目の細かいものでこしてみてください。そうすることでより滑らかな美味しい伊達巻きに仕上がります。そしてその後フライパンで焼くんですが、フライパンで焼くときはですね、蓋をして弱火でじっくり焼くようにしてください。結構ね、甘み系の調味料が入ってますので非常に焦げやすい状態になってます。なので中火や強火で加熱してしまうと生焼けの状態で表面がね、真っ黒焦げになってしまいますので注意していただけたらと思います。目安としてはね、だいたい7分から10分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。こちらをフライパンの材質やあとは生地の温度などによってもね、焼き色が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。そしていい感じに焼き色がついたら一度お皿に移して、そしてフライパンをかぶせて裏返して片面も焼いてみてください。もしね、そのまま裏返せる時はね、お皿に移さずにやっていただいても大丈夫なんですが、ちょっと大きいのでね、一度お皿に移してやっていただくといいかなと思います。ただこの時やけどだけには十分に注意してやるようにしてください。フライパンのね、蓋などを利用していただいてもいいかなと思います。フライパンの蓋の場合は持ち手がついてるので、ちょっとお皿でやるのが怖いなという時はフライパンの蓋を使っていただくといいかなと思います。そして焼き上がったらですね、一度両端を切り落としてください。そうすることでね、綺麗に巻くことができます。そして巻く時なんですけれども、まず内側に浅く切れ込みを入れてみてください。そうするとね、巻きやすくなります。そして巻く時なんですが、まず一巻きしたら巻きすのね、手前の部分を持ち上げて、あとは奥に巻きすを引っ張ってくるくるくるっと巻いてください。そして巻き終わりが一番下に来たら一旦巻きすを外して伊達巻きを手前に置いて、そして巻き直してください。あとはですね、そのまま粗熱を取りながら形付けてください。伊達巻きもね、甘めがお好きな方だったり、出汁が効いた方がお好きな方もいらっしゃると思います。なのでこの調味料の配合はお好みでね、変えていただいて大丈夫です。焼く前にね、ちょっと味見していただくといいかなと思います。ちなみにこの伊達巻きをね、おせちの中に入れる意味合いなんですが、このように書物のような巻物に似ていることから知識が増えることを願う縁起物になります。とても縁起のいいものですので、ぜひお正月に向けて作って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は伊達巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。